いやっほみんな息してる。息しかしてない時までです。皆さんこんにちは。今日は僕が持ってないもの、そして今まで手放してきたものをまとめて紹介したいと思います。いやね、なかなか手放したものとか自分が持ってないものを探すのが難しいんですよ。もう持ってないから、なんかわかんないんですよね。で、今日はもう完全版っていう感じで、一人暮らしの人が大体持ってるであろうというものを想定して、その中で自分が持ってないものを紹介します。で、ちょっとわかりやすいようにカテゴリーを少し大きく分けて、まずは服ですね。着るものに関しての話です。で、一つ目はヒートテック的なやつです。はい。的なやつっていうか、ヒートテックですね。単純に。某メーカーから出てる有名なあいつですね。で、なんか、あれをね、買ってた頃は、もうあれがないと寒くて冬が乗り越えられないみたいな感じで、なぜかね、毎年買ってたんですけど、全然なくてもいけるんだよね。で、むしろ、なんか綿とか、河川じゃない素材を着た方が、体もチクチクしないし、肌の状態も良くなると。そんなわけでヒートテックは持っていません。もう一生買うことはないでしょう。で、他にはニットとかマフラーですね。このあたりも昔は使っていたんですけど、手放しました。でやっぱりマフラーあると首周りは暖かくなるんですけど、首周りに風が入ってこないような服を使えばそれが不要になると。で、あとニットに関してもね、ファッションアイテム的にはニットかなり好きで、昔はね、よく着てたんですけど、これもね、ちょっと耐久性の問題だったりとか、あとは暖かさの観点で、ダウンとかね、そっちの方が暖かいってことに気づいて、ニットはね、最近着ないですね。ほとんど買いません。で、他には腕時計です。はい。腕時計は持ってませんね。で、新卒の時には、なんか社会人だから時計持たなきゃいけないだろうと思ってつけてたんですけど、もうそっからね、3ヶ月しかつけてないですね。そっからもう時計はつけない生活をしています。なんか手元にあるのが嫌なんですよね。うん。で、Apple 製品はね、好きでよく使ってるんですけど、改札とかで、こうやってなったりみんなしてるじゃないですか。こうやってやったりとかね、なったり。でもそもそも腕につけるのが好きじゃないので、つけていません。で、あとはフォーマルめな服ですね。ベルト、革靴、そしてスーツ、ネクタイみたいなもの。そういうものは持っていません。手放しました。昔は持ってました。で、逆になんかそういうの着なさすぎて、なんか最近ちょっと着たくなってるんですけど、ちょっとカウンター的にね。でももうほとんどね、十数年、使ってないですね。で、冠婚葬祭とかそういうパーティーの時なんかはレンタルして済ませています。で、ちょっと衣類関係に含めたのがスーツケースです。はい。フライトケース。これも手放しました。で、手放した経緯はね、過去の動画にも上げてるんですけど、いろいろあってね、ワンバックスタイルになったので、不要になって手放しました。で、スーツケースがあると、どうしても機内持ち込みもできるサイズではあったんですけど、預けて、で、バックパックっていうスタイルで、2つになるんで、どうしてもね、移動のね、スピードが遅くなると。で、一つになったら本当にもう楽で、何も考えなくていいんで、すべて持ち込んで移動できるので、バックパックスタイルが気に入って、もう逃れられませんね。続いて紙とかカード類ですね。で、紙とかカード類ではまずポイントカード。はい、これは一切持っていません。で、最近デジタル上で結構ポイントが付けられるようになっているので、それはね、使っているものもあるんですけど、紙のポイントカードは一切使っていません。持っていません。で、それから、運転免許証と保険証です。はい、これも手放しました。で、マイナンバーカードに最近入れられるようになったので、そこに含めています。だからむちゃくちゃカード類はもう少なくなって楽ですね。本当にもうマイナンバーに入るんで、もう全然それだけでいいと。で、あとはクレジットカード何枚か持ってればそれで十分なんで。で、あとは銀行の通帳ですね。はい、これももう全部デジタルになってます。デジタルにしています。で、他には名刺、そして名刺入れみたいなもの。はい、こういうものも昔は使っていました。で、なんか会社勤めの時とかね、なんか企業と契約してちょっと短期でやるような時とか、自分で作って持ってたんですけど、名刺は一切使いません。もう誰ですかって言われたらもう時丸田中だって。誰ですかって言われたらもう YouTube 見てください。YouTube に全部出てます。時丸田中ですって感じで。そんな感じで。結構ね、失礼ではあるんですけど、だいぶ失礼なんですけど、でもそういう名刺が必要な仕事をもうあんま受けないっていうか、なんかそういう感じにもなってますね。で、何よりちょっと管理がめんどくさいでしょ。こう、減ってきたらまた注文してとか足してとか、で、ちょっとデザインにこだわってとか、なんか昔は本当超シンプルなミニマルな名刺作ってた時期もあります。もう名前しか書いてないみたいなね、時丸田中ってしか書いてない。で、あとはメールアドレスだけしか書いてないような、なんかそういう方に移行した時もあったんですけど、でも結局じゃあそれっていらないんじゃないかってことになって手放しましたね。もう手放してから結構なりますね。コロナ禍の時になって、その対面での仕事が少なくなって、
ってからだから、2022年とか、2021か22年には名刺は手放してますね。で、ほとんどの人はそれで事足りると思うんですよね。今YouTube とか、インスタとか Twitter あるんで、大体、インスタグラムが大体みんな名刺になってたりするじゃないですか。だからそれで全然ね、業種にもよるんですけど、クリエイターとか、個人で働いてる人は全然それで事足りるようになってると思っています。で、他には契約書類みたいなことをちょっと想定してたんですけど、これ持ってなかったんだけど、今年になって逆に増えたね。会社設立したから、その会社の書類がちょっと増えたっていうのがあります。だからちょっとね、今そこが若干の悩みです。で、他には大量の紙の本。はい。紙の本はほとんど手放しています。やっぱり一番本って重量とスペース取るので、で、それを手放すと本当に身軽になりますね。で、基本的には電子書籍で読んでるんですけど、全部ではなくて、あそこにね、あるようにちょっと10冊ぐらいを手元に置いて、で、それを自分のバイブル的にね、何度も見直したいようなものは、バイブルとして10冊ぐらい紙の本で手元に置いています。で、やっぱ紙の本ちょっとでもあるとね、寝る前とかにささっと読めたりとか、リラックスしてる時に開いたりとか、気分転換にもなるから、ずっとディスプレイ見続けてるよりも、紙の本はね、いい時がありますね。はい。で、ちょっと先に大きなもの言っとくと、車、そして家ですね。で、家、正確に言えば、20平米以上の家って感じですね。部屋って感じです。で、この間まで14平米に住んでて、今、また20平米にちょっと広めに戻ったんですけど、やっぱね、掃除大変だね。これだけでも、20平米でも本当に掃除が、ちょっと大変になったなって最近思うんですよ。なので、14平米がいかに楽だったか。はい。さっさっさの1、2、3だったんで、もう最近はだからさっさっさやって、で、もう一回向こうでエッサッサやってみたいな、そのエッサッサさっさっさの2回エッサッサの、そして空拭きからのウェットっていうの。だから4回ぐらいそのシャワー浴びる前に裸でね、この辺をうろちょろしてるアラフォーの妖怪がいると。だいぶ危険な話で危険な状態になってると。だから部屋は本当に一人だったら狭いに越したことはないっすね。はい。そして車も手放しています。で、一番最初に買った車はマツダのロードスター、中古のボロボロの10年落ちの NA タイプ。はい。これをね、20代前半の頃買ってたんですけど、買って乗ってました。で、むちゃくちゃ楽しくて、で、本当に車って好きだなっていうか、面白いなって思ってたんですけど、だから、運転するのとか乗るのとか見るのは好きなんですよね。ただ持ってしまうと、維持費だったりとか、あとその事故のリスクですよね。どうしてもその自分が加害者側になってしまうという、それがやっぱりあるんで、車はやっぱない方がね、ミニマルにね、何も気兼ねなくね、生きることができるなと思っています。で、あと維持費も結構バカにならなくて、修理代とかガソリン代とか保険代含めると、排気量とかにもよりますけど、年間で本当にかかってくる。駐車場代とかもあるから、車にもよるけど、だから、トータルで言えば多分年間50とか100はいかないかもしれないけど、乗る人とか駐車場代によっては行きますね。月3万とか4万の駐車場代が、東京だと結構ね、都心だと相場なんで、それだけでも50万でしょ。で、それにガソリン代とか保険代含めたら100万ぐらい多分かかりますね。車持ってないとその辺が全部ゼロになります。続いてキッチン周りです。で、キッチン周りはもう持ってるものを上げた方が早くて、ほとんど持っていません。で、この間ルームツアーしてるんで、それでね、詳しく見てもらいたいんですけど、ないもの、うちにないもの、捨てたもの、三角コーナー、ないです。電子レンジ、で、電気ケトルみたいなもの、ないです。夜間、ないです。昔持ってました。で、水筒とかマイボトルみたいな、ウォーターボトルみたいなもの、これもないです。で、あとは、お皿とかお茶碗みたいな、食器類ですね。大量の食器類。これも持っていません。で、他にはタッパーみたいな保存容器ですね。そういうものも持っていません。もう基本的にはもう買った食材は冷蔵庫の中に置いておいて、もう2、3日で使い切ると。そういう風にしてるんで、別に長期に保存する必要がないですね。で、大体のご家庭にありそうなものだと、まな板と包丁ね、これも持っていません。ビクトリノックスの本当に小さなおもちゃみたいなナイフで全てやっています。じゃあどうやって切るかってことなんですけども、野菜とかはもう全部手で、いってます。だから、人参とかそういうのが難しいんですけど、硬いものはね。だから結構葉物とかが中心になるんですけど、家ではそれでもね、十分、美味しく食べられますね。で、あとはその肉とか魚に関しても、もうカットをしないものを選ぶと。例えば、もも肉を1枚買ってそのまま焼くとか、サーモンを買ってそのまま焼くとか、そんな感じ。あとは鶏ささみとかだったら最初からいいサイズ感なんで、それを2、3本焼けばね、それで十分ですね。で、他にはコーヒーメーカー、そしてドリッパーとかミルの類です。はい。で、コーヒーはもう本当好きで、むちゃくちゃ好きでね、ずっとね、10年ぐらいはもうハンドドリップで東京に来てからは入れてました。マニュアルミルで引いて、
で、それをもう儀式のように。で、もう毎日ハンドドリップする。どんな忙しくても、もうどんな遅刻しそうでもハンドドリップするみたいな。なんならそれで遅刻するみたいな。なんかそういう生活を20代の頃はやってましたね、ずっとね。で、やっぱ入れたてのコーヒー美味しいんですよ、これが。で、結構癒しになるっていうか、こう、毎朝ガリガリ引くことがもう身体化されて、もう修行じゃないですけど、もうなんか瞑想みたいになってて、もう朝起きたらもう自動的にそのコーヒーを入れるみたいな作業が身についてたんですけど、それをね、全部手放しました。そして今は皆さんご存知の通り、ネスカフェゴールドブレンドだけになっています。はい。で、もちろん美味しいコーヒーは好きなんで、美味しいコーヒーは今外で楽しむようにしています。それでも十分満足できるし、むしろね、外にいろんなコーヒーを、美味しいコーヒーを探し求めるようになってるんで、逆にね、なんかこう歩く楽しみとか、街を散策する楽しみができていいですね。で、人とのコミュニケーションもできるから、いろんなね、サードウェーブ系とか、スペシャリティコーヒーのお店たくさん増えてますけど、そういうところでなんかストーリーとか聞きながら、その店主と話しながら入れてもらったものを飲むっていうのが、なんかそっちの方が楽しいなっていうかね、どうしても家にそういう器具があると家の中で完成しちゃうんで、さらに引きこもりになっちゃうでしょう。だから、ちょっとそういう意味でもね、全然、ネスカフェがだからすごく効いてるというか、いいなって感じですね。で、あとは大きな鍋も持っていません。で、僕ちょっとパスタが結構昔ずっと好きで、今も好きではあるんですけど、昔はね、結構パスタ用のちゃんと鍋をもう持って、で、フライパンもあって、それで茹でてパスタを作ってました。で、もう365日パスタっていうか、もうスパゲッティのなんか呪いにかけられた男みたいな感じで、もうひたすらスパゲッティしか作んないみたいな、ちょっとそういう時期も、怖い時期もあったんですけどね。で、ちょっと有名なシェフのね、ラベットラの落合務さんのレシピなんかを参考にしながら、もうひたすらパスタを作るってことだけやってたんですけど、もうそれがいつの間にかね、なくなりましたね。だから家ではパスタを作れないっていう感じになっています。でもなんかその年齢の問題もある気はしていて、だから昔は結構パスタがすごい美味しいなと思ってたんですけど、別に家ではなんか食べられなくても大丈夫になったというか、玄米菜食みたいなものになってるんで、なんか年齢的なところもあるかもしれないですね。あとはゴミ箱。はい、これも持っていません。もうゴミ箱使わなくなってからもう長いですね。10年ぐらい買ったことはありませんね。で、大体もうビニール袋みたいなものにそのまま直接入れています。で、溜まってきたらそれをそのまま捨てるって感じですね。で、ゴミ箱があるとそのゴミ箱自体が汚れたりするじゃないですか。だから結局そこかけたりとか、で、掃除拭いたりとかするのが面倒なんで、だからズボラな人ほどその容器を外すっていうテクニックが結構使えると思います。僕もずっとズボラなんで、なんかそういう汚れたりとかを掃除するのが嫌なんですよ、とにかく。だから、袋にそのまま突っ込んで入れて、で、ちゃんとね、その周りだけクリーンに保っておいて、あとはゴミの日に縛って出すっていう風にすれば楽ですね。続いて家具とか家電類です。はい。生活用品系ですね。で、この辺はちょっとね、たくさんあるんで、ちょっと読み上げて、なるべく早く読み上げていきます。まずテレビ。これも一人暮らしし始めた10代の頃から持っていません。で、ベッドフレームね。マットレスはあるんですけど、ベッドフレームは使っていません。その分部屋を広く使えること、そしてヨガができることは自分にとっては大事だからです。で、ソファーです。ソファーも持っていません。ソファーでくつろぐよりも、机と、椅子で、家にいるときは仕事をして、で、外でリラックスをしに行くと。そんな感じ。で、本がなくなったおかげで本棚ですね。本棚も手放すことができました。これはもう結構初期の頃、10年ぐらいにそのミニマリズムに出会ったときに、まず最初に大きく手放したものですね。で、服もね、最近ちょっと増えて18着とかになったんですけど、服もほとんど持っていないので、衣装ケースみたいなものも使いません。もう買うことがありません。よくなんか押し入れの中とかに入れてあるような透明のなんか衣装ケースみたいなものを昔はたくさん持ってましたけど、もう入れる服がそもそもないんで、持っていません。あとは姿見。はい、これもないです。で、今の家はね、幸い備え付けられてるんで、自分のかっこいい全身を確認することができます。で、なんか姿見って、昔は固体のやつをね、持ってたことがあるんですけど、もちろん見れるのはすごく便利なんだけど、やっぱり場所を取るっていうところ、で、そして引っ越しや移動の時に大変だってこと、あと自分の家でね、踊ってる時なんかに、ちょっと割れたりとかね、するのもあるんで、そういう意味で、姿見っていうのはそんなになくてもいいかなと思います。だから服とかファッションをチェックしたい時は、お店でやるとか、ちょっとあまりなんか駅中に映ってるガラス越しになんか自分を見てるっていうのはちょっと怪しいかもしれないですけど、確認できる場所は街中とかにもあるし、家のね、洗面台とかに多分小さな鏡とかついてると思うんで、それで十分事足りますね。あとは置き時計ね、置き時計も持っていません。で、観葉植物、これも持っていません。手放しました。一時期ハマった時期がありまして、で、かなりね、たくさん、もう自分
構ハマったらなんかとことんやるタイプなんで、なんかもう観葉植物だらけの時が一時期あったんですよ。で、まあ処分するのもものすごく大変だったんだけど、やっぱりまあ生き物なんで、あまりにその飼いすぎてね、枯らしちゃったりとか、なんか虫がついちゃって、ちょっと変なことになっちゃったりとか、まあそういうこともなんか植物にとってもかわいそうかなって思うんで、管理できないものは置かないと。でも観葉植物っていうのは本当に少しの緑が部屋の中にあるだけでリラックスできたりとか、癒しの効果があるっていうのは、これは科学的に証明されています。だから、不要ってわけではないんですけど、まあ自分の場合は、この窓から見える緑だったりとか、あとはもう外の公園にね、行けばいくらでもその自然と触れられるんで、だからそういうところで、触れるようにしていますね。で、他には玄関マットとかトイレマット、このようなものは一切ありません。で、やっぱ結局まあそれも汚れるからですね。今玄関マットで結局足とかを拭いたりして、で、それ洗濯しなきゃいけないと。で、それなかなか洗濯しなくてそこが不潔になっていたらお客様にも迷惑かけるでしょう。で、自分にも迷惑かかるじゃないですか。だったら最初からない方が清潔だっていうね。それから手放したのは羽毛布団ですね。はい。まあ羽毛布団は結構好きなアイテムで自分にとっては重要だなと思ってたんですけど、羽毛布団手放して前の部屋で、で、それから、キルト、まあ、山で寝るね、シュラフみたいなもの、それを使うようになりましたね。だから、なんかそれは自分にとって最近の変化なんですけど、でもそれでも全然、寝れるってことが判明して、ここ半年とか1年ぐらいはそれでやっています。で、最近手放したのは布のカーテンです。はい。カーテンね。で、まあ、カーテンを手放すって本当にまあ、エクストリームなスタイルの人は、カーテン手放している人もいるかと思うんですけど、でもやっぱりその遮光ができないと夜快適に眠れないってところがあって、あとは音の問題とか、あと温度ですね。部屋の温度にも関わってくるので、僕はこうカーテンはつけたい派なんですよ。ただどうしてもその布だとゴワゴワして、そこから埃が出たりとか、なんかこう見た目的にもスッキリしない感じがあって、で、最近はその布のカーテンを手放して、ここに来てからはロールタイプのスクリーンを入れました。これがね、むちゃくちゃ快適で、で、ルームツアー見ていただければね、これも詳しく載ってると思うんですけど、こう二重のダブルになっててね、内インナーと外側ってあって、それをこうシャシャシャっとこうやるだけで、完全遮光もできるし、光を入れることもできると。で、その埃とかも全く出ないから、むちゃくちゃね、いいですね。で、見た目もスタイリッシュだしって感じで、これは導入してよかったなと最近思います。で、あとはカーペットみたいな布物もありません。手放しています。で、他には掃除機とか掃除道具、ルンバみたいなものですね。そういうものは一切使っていません。で、そのほうきとか掃除機ぐらい持ってた時期もあるんですけど、やっぱり部屋が狭いと、まあいつもね、言ってますけど、本当にもう手でね、ささっと拭いてそれで終わりってことでできるんで十分ですね。で、やっぱ掃除機とかルンバとか、ああいうものって、その収納場所も取るし、その充電場所も結局取るじゃないですか。だからそれが、やっぱりこう、あると、小さな部屋が圧迫されるんで、ない方が広く使えると。快適です。はい。で、それから洗濯かご。はい。こういうものも持っていません。なんか昔はそのランドリーボックスみたいなやつ持ってましたけど、なんかよく考えたら、そんなにね、大家族でもないのに、一人分の衣類を一回洗濯かごに入れて、で、それから洗濯機に入れるっていうのが、なんかその二度手間というかね、何やってんだろうって感じに思えてきて、で、洗濯かごは結構早急に手放しましたね。で、今はもう基本的に着ているものとかを脱いで、で、洗うものをまとめてそのまま洗濯して、すぐ洗濯して、で、干すっていう感じにすれば、全く洗濯かごが不要だってことが、ちょっとあれの存在意義がよくわかんないです。まあなんか外のコインランドリーとかに持っていくときには便利だったりするんでしょうけどね。でも別にそれも他のもので代替できそうですよね。で、他にはバスタオル、そしてバスマットみたいなもの、これもありません。バスタオルは持ってなくて、1枚、小さな手拭いと小さなタオルを持っています。はい、もう1枚だけです。それで全部やっている。で、バスマットに関してもさっきの玄関マットと一緒で、まあそれがあることでそこに菌が溜まると。だから、普通にシャワーを浴びて、ちゃんとね、足の裏を拭いて外に出れば、バスマット必要ないんですよ。もう足が乾いた状態で外に出れるんで。だから、浴室内でちゃんと体を拭いて出るっていうことにすれば、フェイスタオル1枚で暮らすことができます。で、あとはお風呂だとシャワーカーテンね。で、まあ、これまでは僕結構ユニットバスの部屋が多かったんですけど、なんかそういう時ももうシャワーカーテンは使っていませんね。で、結局、あれってその、カビるじゃないですか。カビるしなんか匂いとかも出るんで、あれなしで、まあ、
そのまま中濡らしちゃっても、トイレの部分もまとめて掃除をすると。そうした方がクリーンに保てるし、わざわざシャワーカーテンを買う手間も、そしてつける手間も、そしてなんか汚れた時に交換したり掃除したりする手間も省くことができると。で、他にはアイロンとアイロン台ですね。はい。なんかスーツスタイルだった時は、もちろんアイロンでちゃんと自分のシャツをアイロン掛けとかしてたんですけど、そういうものがなくなったんで、アイロンとアイロン台は不要になりました。で、あと洗濯する時に柔軟剤は使っていません。はい。柔軟剤を使ったことがほとんどないですね。なんか普通の洗剤でも洗濯したらなんか香るなって感じですけど、柔軟剤は匂いが強いものが多いので、僕の持ってる衣類には合わないので使っていません。あとは大量のハンガーも手放しました。なんか昔はなんかね、いろいろそのクリーニングとかに出して戻ってきたハンガーそのまま使ってたりとか、ごちゃごちゃ持ってたんですけど、今は同じ種類のものを5個ですね。5個だけ持っています。で、それをクローゼットの中で衣類を保管する用と、もう洗濯して物を干す用のハンガーの両方に使っています。だから洗濯用のハンガーとか保管用のハンガーみたいなのを分けていない。もうすべてトータルで5個。だから全部ハンガーにかけようと思ったら僕は自分の服を5着しかかけられないってことになります。クローゼットの中に5着しか服を保てないということになる。で、今実際に持ってるアウターは2つだけなので、レインジャケットとパフみたいなもんですね。だからもうこれしかかけるものは基本的にないと。で、それ以外はTシャツとかね、パンツとかなんで、それ以外の3つを洗濯用に回して使っているっていう感じです。続いてデジタル関連、いきたいと思います。まずね、固定回線。固定回線は持っていません。2020年かな ?20 年に手放しましたね。そこからインターネットを手放したというか、正確には全部テザリングでやるとか、あとはインターネットがついてる物件に住むって感じですね。それによってその電源が必要ななんかのルーターとか Wi-Fi 機器みたいなものは部屋の中に置かない状況になっています。意外とあれ邪魔になりますよね。なんか見た目もちょっとごちゃっとしてもう線が出てなんか格好悪かったりするから、だからあれないだけですごくね部屋すっきりになるんですよ。で、他にはタブレットね、 iPad みたいなタブレットは使っていません。基本的に MacBook 1台とスマートフォン1台で全てをやっています。で、この辺は過去に、自分のその道具の使い方で詳しく話しているので、よかったら見てみてください。仕事の種類とかにもよるとは思うんですけど、自分にとってはそれが最小限のギアであるということですね。で、それに伴ってデスクトップの PC も持っていません。手放しました。昔はね、iMac 使ってました。昔はもう iMac 持ってて、MacBook 持ってて、で、スマホ持ってみたいな、で、タブレットも一時期あってみたいな感じで、なんかいろいろ使ってたんですけど、もう結局ね、この2つだけに今なりましたね。で、PC が1台だと、その作業環境をどこにでも持ち出せるので、本当に楽なんですよ。もうすぐに取り掛かることができると。やっぱりそのマシンが違うと、そのマシンによってちょっと癖とかがあるじゃないですか。だからそれを全部1台でやれば、いつでも同じ環境で作業に取り掛かることができるので、クイックになります。能率も上がります。で、それからデュアルディスプレイみたいなものも持っていません。一時期はね、家にちょっとディスプレイ欲しいなって思ってた時期もあるんですけど、これも先ほどと同じ理論で、1台で、どこでも同じ環境でやるっていうことが自分の移動力を高めるってことが分かって、今はその実践をしているような最中です。で、割と最近、去年になるんですけど、手放したのが PC スタンドとキーボード、そしてマウスですね。はい。で、なんかこれは僕ずっと腱鞘炎になってて、仕事のしすぎっていうか、打ちすぎで。で、それで絶対ね、画面を上げてやる必要があるなと思ったんですけど、で、それで2度失敗してるんですけど、いろいろね、休憩の仕方だったりとか、姿勢とか、高さをちゃんと工夫するようになったら、全然机の上の作業でも問題なくできるようになりましたね。で、あった方がもちろん快適に作業できるし、できてたなと思うんですけど、考え方によっては、それによって作業時間が伸びると。で、なるべくもう作業時間は少なくするっていうのが基本だと自分に言い聞かせて、で、なるべくもう PC を見る時間は少ない方がいいんだってことで、仕事も一点集中でささっと作業したらもうそれで終わりみたいな、なんかそういうところを極めるためにも、地味に3点セットだったスタンドとキーボード、そしてマウスを手放すことができました。それから机の上にはデスクライトみたいなものもありません。基本的に全て自然光の中で作業をしています。で、20代の頃はなんかおしゃれな、こういうなんかアームがついたライトみたいなものを使っていたことがありますね。あれもね、どこで捨てたかわかんないけど、いつの間にか手放しましたね。で、あとはスピーカーもうちにはありません。基本的にもう MacBook のスピーカーだけでやっています。ちょっと欲しいなって思ってた時期もあるんですけど、やっぱりスピーカーが入ると、Bluetooth もそうなんですけど、
なんか配線っていうかね、自分には結構配線があるような、ちょっといいスピーカー入れたいなって思ってた時期もあって、で、やっぱり机の上がごちゃつくし、何もない空間を作ることが難しくなるんで、それはね、なしにしました。それから大量のケーブル、これも手放しました。で、デバイスを全て USB-C の規格に統一することによって、これは整理ができましたね。なので今 USB-C のケーブルを3本、これは僕ちょっとライブ配信とかもやるんで、それで必要なんですけど、なので3本が最低ラインで3本だけを持っています。それから電子書籍用の専用端末、Kindle みたいなものですね。で、去年僕がその e インクリーダーの端末を入れたのは結構記憶に新しいんじゃないかなと思うんですけど、結局壊れちゃいましたね。壊れて、すごくね、いいアイテムだったんですけど、結局今はスマートフォンで、読書するようにしています。もともとスマホでできるようなことをもうちょっと目に優しくとかっていう考えでしたけど、結局物が増えるんで、で壊れちゃうってことになったんで、スマホだけでね、やっていくっていうのがミニマルかなと思いますね。それからプリンター、はい、これも手放しています。で、写真がかなりね、中心だった時は、やっぱりどうしても家でプリントする必要があったので、写真に特化したようなインクジェットプリンター持ってたんですけど、で、結構大型で、インクもむちゃくちゃ高いみたいな感じで、ランニングコストも結構かかるし、場所も取るんですよね。だからあれがなくなって本当にスッキリしました。で、最近会社の仕事の関係で、やっぱりその紙の書類が必要だってタイミング結構多いんですけど、でもコンビニで全然事足りています。はい。10円、20円でコピーできるんで、で、頻度的にもそんなに毎日するような感じではないので、全然コンビニで足りていますね。はい。で、最後にクリエイター向けというか自分の制作機材として持っていないものを挙げていきます。まずカメラバッグ、そして複数のレンズ、ストロボ類、照明類、ジンバル、スライダー、そして防湿庫。はい。こういうものはすべて手放しました。で、これ実は全部自分が過去に持っていたもので、で、これを持っていた時は、部屋のスペースに保管ができなくて、ちゃんと機材用の倉庫みたいなところを借りてる時期もありました。脚立とかね、スタンドとかね、結構ね、場所取るんですよ。だから、家に到底置けないので、場所を借りて、で、そこの家賃も毎月かかってくるみたいな感じだったんですけど、これは自分の仕事のシフトとともに、そして少ないもので、作っていくっていう、そのミニマリズムの取り入れ、実験によって、今はカメラ1台とレンズ1本っていうね、そういう構成でやっています。そして三脚1本っていう感じでやってるので、それだけで作るということになっています。でもちろんその仕事の内容によっては必要なシーンが出てくるので、そういう時はもうレンタルをすると。これがもう一番ね、楽ですね。で、レンタルのいいところは、最新の機材が安く使えるっていうことと、あとはメンテナンスがちゃんとされているので、自分で持っているよりも不安がないんですよね。点検とかちゃんとしてくれているので、使う時にも安心して使うことができると。自分でたくさん機材を持っていて、でも管理がなかなかできなくて、いざという時に使えないっていうね、パターンも結構あります。で、そういうことを全てコストとして考えるのであれば、レンタルをした方がトータルなコストが下がるっていうこともね、あります。もちろん仕事の頻度とかにもよるんですけど、ただ今僕の状況に関しては、クライアントワークをかなりもうほとんど絞っているので、先ほど挙げたような撮影機材は全てなしで、手放してやっています。はい。ということで、もうかなりたくさん挙げてきましたけど、今日は僕が持ってないもの、そしてこれまで手放してきたものを全てまとめて、一挙に公開してきました。本当はもうこれ以外にもたくさんあるんですけどね、ちょっと厳選して、ありそうなものというか、そういうものを中心に紹介をしてきました。ものをもっと減らしたいなって方の何かの参考になれば幸いです。深掘り記事は週に1回のニュースレターと自分のメンバーシップで書いています。メンバーシップでは限定ポッドキャストも公開してますので、ぜひ登録してみてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の放送で。チャオチャオ。